どうも、じゃあギターショフトに行くの小沢です。今回はエレキギターの代表機種について解説していこうと思います。今回使用するですね、ストラトキャスターとレスポールとテレキャスター、この3機種なんですけども、エレキギターといえばという風な超代表的な機種なんですけども、これからですね、ちょっとギター始めたいんだけど、いろんな種類がありすぎて、どれにしようかなみたいな悩んでる方にどのモデルがいいかっていうところを、解説できればと思います。代表機種の特徴だったり、向いているジャンル、愛用しているアーティストと、あとは小沢がそのモデルに思う推しポイントなどなどですね、徹底解説していければと思います。この動画を見ればですね、最初の1本どれを選べばいいか悩んでいる方の参考になると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずこちらがストラトキャスターですね。このストラトキャスターというモデルなんですけども、エレキギターの2大ブランドの一つであるフェンダーからですね、1954年に登場したエレキギターですね。iPhone にギターって入れると出てくる絵文字があるんですけども、ストラトキャスターっぽいものが採用されてますね。ストラトキャスターの特徴なんですけども、このダブルカットのデザインですね、非常に革新的なデザインを持っております。このダブルカットによってですね、ハイポジションへの演奏性が優れていたりとか、軽量化も図られておりますね。このバックコンターだったり、エルボーコンターという風なものが採用されておりまして、構えた時にすごいフィットしやすいデザインなんですね。ボディとネックをですね、ボルトでくっつけているというボルトオンジョイントを採用しております。そしてピックアップと呼ばれるこのマイクですね。エレキギターってこの弦の振動をこのマイクで拾ってアンプから音を出力するんですけども、シングルコイルというピックアップがですね、3個搭載されております。これだけでも3種類のサウンドを出すことができるという風な特徴がありますね。あとはこのシンクロナイズドトレモロという風なブリッジ採用しておりまして、通常のビブラートとはまた違ったようなビブラートをかけることができるというような、画期的なユニットが採用されております。このストラトキャスターのですね、向いているジャンルなんですけども、ポップスだったり、ロックだったり、ファンク、ブルース、R&B などなどですね、もはやもうオールジャンル対応できると言っても過言ではないと思います。このストラトキャスターがですね、どういう人におすすめなのかって言いますと、最初の1本で失敗をしたくない方ですね。あとは軽くて弾きやすいギターがいいっていう方とか、まだやりたいジャンルとかが定まってなくていろんなジャンルやってみたいっていう方にもおすすめです。テクニックの面でもですね、いろんなテクニック練習できると思いますので、コードワークもカッティングもギターソロも全部やりたいっていう方、このストラトキャスターがもってこいかなと思いますね。で、愛用しているアーティストなんですけども、エリック・クラプトンとか、ジョン・メイヤーとか、ジム・ヘンドリックスとか、ジェフ・ベック、ポリー・ウォン、チャーさん、サチモスのタイキングさんと、サスペンデッド・フォースの鷲山さん、アレキサンドロスの川上さんなどですね、かなり多くのギタリストが使用しているモデルになります。このストラトキャスターの小沢的推しポイントなんですけども、非常にやっぱり弾きやすくて、かつ抱えやすいので、長時間弾いてても疲れにくいですね。このストラトキャスターをベースに様々なモデルが登場しているといいますか、このマイクが変わっていたりとか、トレモロブリッジが変わっていたり、ネックもちょっと違ったりとか、様々なストラトタイプが登場しておりまして、ってことは自身でこのストラトを自分好みのスタイルに改造することができるんですね。このストラトのこのフロントの音っていうものはストラトキャスターといえばみたいな非常に特徴的なサウンドだと思います。個人的にめちゃくちゃ好きですね。ハーフトーンですね。フロントとセンターとリアっていうものをミックスしたサウンドを出力できるんですけども、ストラトならではのサウンドで非常にきらびやかで美しいと思います。今回使用するモデルがこちらのフェンダーのアメリカンヴィンテージ57ストラトキャスターですね。オーソドックスな一番もう定番と言っても過言ではないフェンダーのストラトキャスターです。ストラトといえばみたいな音が鳴ると思いますので、ストラトキャスターというモデルまとめますと、非常に合理的に設計されているモデルなんですね。ボディとネックをボルトでつけたりとか、マイクとかこのコントロールとかのパーツも全部ピックガードにマウントされていて、それぞれの部署でネック、ボディ、アッセンブリっていうのを仕上げて、それを最後にくっつけることができるんですね。量産にすごい向いているようなモデルになっていると思います。で、その結果、もう様々なことができるようなギターになっているというような特徴がありますね。先ほどもお伝えしたんですけど、フェンダーじゃなくて、たくさんのブランドからこのストラトキャスターのスタイル、リリースされてますし、いろんなモデルが存在しているので、選択肢の幅も非常に豊富ですね。1本目に手にしてもいいですし、より好きなジャンルとかを突き詰めるっていうのも、このストラトキャスターならできるんじゃないかなと思います。余談ですが、小沢が初めて買ったエレキギターは、プロローグという、謎のブランドのストラトコピーモデルだったんですけども、そのモデルはもうなくなってしまったんですけども、今でもストラトは1本持ってよく弾いているので、ずっと共にできるようなエレキギターだと思いますね。続いて、レスポールとはというところをやっていこうと思います。こちらはですね、1952年にですね、エレキギターの代表ブランドであるギブソンから登場したエレキギターですね。もともとは、ジャズギタリストであるレスポールというギタリストの方のシグネチャーモデルですね。そのシグネチャーモデルが今ではもう非常に有名なエレキギターになっているわけですね。このレスポールの特徴なんですけども、先ほどストラトはダブルカットのデザインだったんですが、こちらシングルカットのデザインですね。一連側の方だけえぐれているようなデザインになっています。ボディの木材がです
ですね、2種類の材を使っておりまして、基本的にバックがマホガニーという材を使っていて、トップはですね、メイプルという木材が採用されております。メイプルの木目によってこのフレーム、横の線がこうビーって入ってるやつとか、キルトとか、いろんな種類の目があって、非常にこう個性的なルックスを持った一本だと思いますね。このフレームとかキルトとかの美しい木目があって、かつトップはアーチの加工がされているんですね。わかりますかね？ちょっとこんな感じで。フラットなトップではなく、ちょっとこう丸みを帯びたアーチのトップになっています。ルックスがもう非常にゴージャスなんですよね。はい。レスポールに関してはですね、ボディとネックが接着剤でくっつけられております。セットネックジョイントっていうやつなんですけども、もしもこのレスポール倒してしまって、ネックが折れたってなった時ですね、もう接着をするしかないので、非常にコストがかかってきます。先ほどのストラトであれば、もし折れてしまったとしても、ネックを変えればなんとかなるんですけども、レスポールはそうはいかないので、非常に注意が必要です。そしてピックアップですね。このハンバッカーと呼ばれるものが、2つ搭載されております。構造としては先ほどのシングルコイルを2つ並べたようなデザインになっておりますね。サウンドに関しても柔らかくてウォームで太い音が特徴だと思います。このレスポール向いているジャンルで言うと、ロックとかハードロック、パンクメロコア、ブルースとかメタルなどなどですね。ギターの存在感があるジャンルに、非常にマッチしていると思いますね。どういった人におすすめかっていうと、太いサウンドが好きだったりとか、パワーコードをメインでやられる方とか、ソロでこう伸びる音が欲しいとか、泣きのギターをやりたいとか、ギターヒーローに俺はなるぞっていう方、めちゃくちゃおすすめです。愛用してるアーティストなんですけども、ジミー・ペイジとか、スラッシュとか、アンディ・ローズとか、タック松本とか、奥田民生さんとか、横山健さんとか、桑原明さんとか、古賀隼人さんとか、レスポールスペシャルですけど、藤原元さんなどなどですね。小沢的推しポイントなんですけども、レスポールっていうのは重くて、ハイポジションちょっと弾くのも大変で、バックコンターとか、エルボーコンターがないので、構えた時にボディが体に当たって痛いみたいなあったりとか、セットネックジョイントなので取り扱いに非常に気を使うとか、そういった部分があるんですけども、それら差し引いてもですね、工芸品のような美しいルックス、存在感のあるサウンドっていうところが非常に推しですね。歪みの音もすごい気持ちがいいですね。フロントの艶やかなトーンと、チョーキング時のこのサスティーンっていう伸びやかな音ですね。リアポジションにした時のザクザクとしたバッキングのサウンドも非常に美しいですね。ストラトとかはやっぱり作り込んでいい音にするみたいなところがあるんですけども、ギブソン系に関しては、とりあえず繋げばいい音するみたいな印象が勝手にあります。今回使用するのがこちらのギブソンレスポールクラシックです。1960年のギブソンレスポールスタンダードをモチーフとした、モデルですね。これもまさにレスポールらしいサウンドを奏でてくれると思いますので、なんだかんだで、小沢はレスポールはちゃんと所有したことがないんですけども、ずっと憧れのある一本といいますか、こういったこのフレームメイプルのトップでサンバーストのカラーでギブソンのレスポールスタンダードっていうのは非常に多くのギタリストの憧れを集める一本なんじゃないかなと思いますね。最後に紹介するのがこちらテレキャスターです。テレキャスターとはというところなんですけども、1951年ですね。フェンダーから登場した世界初の量産型ソリッドギターです。ソリッドギターっていうのはですね、ボディの内部に空洞がないという風な特徴を持っておりますね。実質木の板にネックをつけましたみたいな。すごいシンプルなデザインですよね。登場したのはですね、ストラトとかレスポールとかよりも前ですね。まさにソリッドギターの元祖と呼べるモデルだと思います。ボディの特徴を見ていきますと、こちらもレスポールと同様シングルカットのデザインなんですね。ネックジョイントに関してはボルトオン採用しております。ピックアップですね。先ほどのストラトとかレスポールに関しては同じタイプのピックアップが搭載されていたんですけども、テレキャスに関してはですね、このフロントとリアで同じシングルコイルであるんですけども、ちょっと種類が異なっております。コントロールが1ボリューム1トーン 3way のセレクターで、ブリッジがですね、このモデルは3連じゃないんですけど、基本的には3連サドルでプレートのブリッジっていう風な特徴がありますね。現行品だとこういった6連のものとかもあったりします。非常に高音域に特徴があって、エッジの効いたサウンドが魅力的ですね。こちらのテレキャスター、向いているジャンルなんですけども、カントリーとかロック、パンク、あとはホーロックのアーティストも結構使ってますよね。あとはオルタナとか、そういったジャンルですね。どういった人におすすめかっていうと、ギターボーの方、非常にユーザー多いと思います。なのでギターボーからやりたいっていう方、めちゃくちゃ合うと思いますね。単音で弾くっていうよりかは、割とコードワークとかカッティングとか、そういったテクニックに非常にフィットすると思いますので、そういったことをやりたいっていう方には合うかなと思います。もうすごいシンプルで、武骨なルックスが大好きっていう方とか、原点こそ思考だという方には、テレキャスターめちゃくちゃロマンを感じる一本だと思います。こちらのテレキャスターですね、愛用しているアーティストなんですけども、ジェフ・ベックとか、キース・リチャーズとか、ロイ・ブキャナンとか、ウィルコ・ジョンソンとか、リッチー・コッツェンとか、あとはラッドウィンプスの野田洋次郎さんとか、凛としてしぐれの TK さんとか、布袋寅泰さんとか、あと安部太さんなど
などですね。小沢の個人的な推しポイントで言うと、フロントとリア、異なるシングルコイルが搭載されているので、非常にキャラクターが違うんですよね、フロントとリアで。かなり振り幅が大きくて、異なるシングルコイルだからこそ、このミックスの音がめちゃくちゃ美しいです。はい。出せる音っていうのは、フロントとリアのミックス、そしてリアっていう風な3種類の音になるんですけども、それぞれが全然違ったサウンドを出すことができて、かつシンプルな構造だからこそですね、弾き方ですごい音が変わると言いますか、ピッキングニュアンスとか弾く位置とか、そういったもので非常にサウンドが変わるので、まさに玄人向けの一本だと思いますね。かき鳴らしてもやっぱかっこいいですし、優しく弾いてあげてもかなり太くて丸みのあるサウンドも出せますしっていう風な特徴がありますね。今回使用するのがこちらの Fender 1984テレキャスターです。その名の通り、1984年のテレキャスターですね。サドルがですね、6連のに変わっていて、ちょっと現代風ではあるんですが、テレキャスターサウンドってこういうもんだよねっていうのがわかる一本だと思います。そんな感じで3本紹介してきたんですが、これからちょっとサウンドチェックやっていこうと思います。まずはですね、それぞれクリーンサウンドと言いまして、歪んでいない音というか、エレキギターの音がそのまま出ているような綺麗なサウンドと、あとはロックとかハードロックとかメタルとかで聴くようなかなり歪んだ音ですね。これもエレキギターの醍醐味の一つだと思いますので、今回その2種類のサウンド、このストラトキャスターとレスポールとテレキャスターで鳴らしていきますので、それぞれの音の違い楽しんでいただければと思います。ということで音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？構造も違えば、木材とかも違ったり、ピックアップも違ったりっていうことで、かなり変わってはいて、その人の好きな音っていうものがあるとは思うんですけども、音がどうだとか、スペックがどうだっていう風なことを語らせていただいてはいるんですけども、一番の部分で言うと、好きな見た目とか色とか、そういった部分がですね、長く愛用できるポイントかなとは思いますね。初心者の方、トニックにご来店いただくこと多くて、最初の一本何にすればいいんですかねっていう風なお話させていただくんですけども、これからいろんなものを知っていくっていう風な形になってくると思うので、飽きの来ない見た目とか、ビビッときたものが一番いいかなと思っておりますね。小沢も最初にストラトを買うんですけども、やっぱりちょっとレスポールもかっこいいなってなったりとか、テレキャスとかも買ったりとかっていう風なので、いろんなモデルを触ってきて、自分の好きな音ってこういうのだなみたいな感じになってるので、実際に触ってみて、どんどんいろんなことを知っていくと思いますので、僕らに関してはギターを始めていろんな経験をしていく第一歩の背中を押せればと思っておりますので、何でもご相談いただければと思います。エレキギターの代表機種、ストラト、レスポール、テレキャスって解説したんですけども、トニックにあるおすすめの個体で言うと、軽くて持ち運びがしやすいヘッドレスのギターですね。ヘックスとか、あとはストラトとレスポールを組み合わせたようなデザインの PRS という風なものもありますね。それぞれ解説している動画ありますので、よろしければそちらもチェックしていただければと思います。ということで皆様いかがでしたでしょうか？これを見てエレキギターいいなみたいな、このモデルかっこいいなとか、この動画を見てこのモデルに決めましたとか、そういう風なことがあればめちゃくちゃ嬉しいなと思っております。何かご不明点等ありましたら何でもご相談いただければと思いますので、お気軽にご連絡いただければと思います。ということで本編終わり。今回こうやって初心者向けの企画やるってなって、ギター買った初日って何してたかなみたいな改めて思い返したんですけど、覚えてます？もし思い出あればぜひコメントしていただきたいんですが、小沢はですね、あれは中3の夏休みですね。当時ゴーゴーギターという雑誌がありまして、ゴーゴーギターを友達が持っていて、その雑誌の中にお店のカタログみたいなのが載ってまして、そこに初心者用セット1万いくらみたいな感じで出てて、当時だから1万1000円ぐらいだった気がする。ギター本体とアンプと足つぼマットみたいなスイッチがついたディストーションとシールドとクロスとかそういったの全部ついてて、それで買ったんですよね。でもやっぱ初日届いて何が何だかわかんないんですよ。教則の DVD がついてます。なのでDVD 見ながらできますみたいな感じのがあったんですけど、 DVD 進みが早すぎて全然何が何だかわからない状態でどんどん進んでいっちゃうんで、それを見てやるのも何が何だかわからないみたいな形で、ヒーヒー言いながらやってたんですけども、初日でもう挫折みたいな感じになって、そこから半年ぐらい多分触らず、その後に僕のお父さんの弟がギターをやってたということで、毎週遊び行ってギターを教えてもらってみたいな感じで、どんどんのめり込んでいくみたいなのがありましたね。相談ができたりすると続けやすくていいのかなとか思ったりします。今だと結構YouTube とかで、いろんな情報が出回ってるので、初心者の方がまず最初にやることとか、チューニングだなんだとかっていうのを全部見れるので、多分挫折率って多分昔よりも下がっているのかなとか思ったりしますね。僕もそのおじさんに教わってるっていうのもあるんですけど、教則本も本当にめちゃくちゃいろんなのを買い漁って、やったりもしてたので懐かしいですね。それ村井さん覚えてます？初めての日は。いや覚えてますよ。はい。やっぱ印象あるよね、初日ってね。いや僕は最初フライング V 買ってもらったんですよ。すごい、座って弾けないね。そう、それ気づかなくてフライング V 買っちゃって、立ちっぱなしで数年間は過ごしましたね。はい。印象残ってるわね。残ってます。不思議なもんでね、そうやって始めてなんだかんだでもう20年近く楽器を触ることになり、その日から気づかつけば、気づけば楽器屋でやってるしね。ギターを始めてすごい良かったなって思うことは多々ありますね。お仕事してるっていうのもそうだし、いろんな出会いがあったりとか、いろんな音楽を聴いて人生の肥やしになると言いますか。めっちゃいいこと言おうとしてますね。やっぱね、ギター人口増やしたいんで。いや大事です。いろんな経験ができる楽器だと思いますので、やってみたいなっていう方、ぜひぜひみんなでギター楽しんでいければと思っております。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、ぜひチェックとフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-48 丸山ビル1階ですね。ギターショップトニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。